世界観違えどみんなとのファーストコンタクトになる作品だよね。そうなんですよね。原作の恵比寿丸サスケ八重の出会いと別れを、完全にというわけではないんだけど、しっかり再現しているシナリオとなってますので、恵比寿丸の初登場作品である頑張れ五右衛門2ファミコンの方ですね、これとサスケの初登場作品である雪姫救出町、そしてプレイアブルキャラとなった五右衛門2マッキネスで、八重の初登場作品である五右衛門外伝消えた黄金にセル、この4作品の、出会いと結末をしっかり頭に入れた状態で冒険時代のシナリオを追っていくと、こういうことかってなんかね、いろいろ思うものがね湧き上がってくると思うので、彼らの出会いと結末だけちょっと履修して見ていただけると多分いいと思います。すごい、いやすごいと思うよ。そういう意味でも五右衛門くん一人旅のこのシナリオというのはスピンオフとして完璧すぎると個人的には思っています。キャラクターの改変等で一部なんでこういうキャラになっちゃったんだろうっていう人とかもいたり、とあるキャラクターの結末になんで彼だけこうしたのかという意見等もあるんですが、原作を再現しているというふうに考えると、とあるキャラクターの性格改変もいいんじゃないって思うし、彼の結末というのもこれで正解だなっていう風に納得いくようになると思います、多分。なぜじいさんがはぐれ町に、そう今作のじいさんは、あそこにもいらっしゃいますが江戸にいます。でね、この江戸の町なんですが、あそこにね江戸城、オープニングでも登場した江戸城があるんですが、この町の名前というのは大江戸南町となっておりまして、で橋の向こうが大江戸北町となっています。はぐれ町という名称はね今作ないんですよね。だから町の名前がね分かってないんですよ。頑張れ五右衛門の方のはぐれ町というのは、そもそもの設定としては江戸の外れにあるはぐれ者の住む町という感じで、城下町でも何でもない町だったんですけれども、今作はがっつり江戸城に直結している城下町となっています。だから住んでる場所としては原作の五右衛門よりもはるかにいい場所に住んでいるのではないでしょうか。庶民的な長屋に住んではいるけど、近く長押しだとゆっくり泳ぐ感じですね。ゆっくりだとバタ足で、ちょっとスピード上げると平泳ぎですね。原作の五右衛門さんの方、25歳の天下の義賊の方はクロールで泳いでいたんですが、こちらはね平泳ぎとなっています。頑張れ五右衛門の方で平泳ぎをしていたのは恵比寿丸と八重ですね。あの2人は平泳ぎを、恵比寿丸より八重の方が平泳ぎ、綺麗な平泳ぎしてたんですが、なぜかね今作五右衛門くん平泳ぎです。でバタ足もすると。バタ足は原作ではサスケがバタ足してましたね。彼は息継ぎなしの顔を顔面に顔面を水にベタッとくっつけた状態の息継ぎなしのバタ足をするんですけれども、なんか今日カミカミだな、大丈夫かな。江戸時代は火事の孤児が多くて、そんな見知らぬ子供を育てる文化もあったらしい。じゃあ五右衛門くんもそういう感じなのかな。なんかね戦があるとかそんな描写っていうのは作中通してないので、むしろそういう火災とか天才的な要素で、特に大工の親方なので、大工さんなんてさ火災現場等のね立て直しであったりとかに行くことも多いだろうから、そういう現場で拾われた可能性というのももしかしたら高いのかもしれないですね、五右衛門くんね。ゲームの主人公としては優しくいい子なんだろうなって思うけど、そういうなんていうかね、精霊に動じなかったりとか、なんか肝が据わりすぎててちょっと怖いなって思うところもちょっとある。なんかいろんなものを見すぎてるのかなっていうような、そりゃもしかしたらね天涯孤独の身と言うてはいるっていうことは、もしかしたら両親の死に様とかももうこの年でもう見てるのかもしれないから、いろいろなんか達観してるところはあるのかな。
そうなんだよな。本当の両親とどうやって別れたのかっていうのも語られてないので、もしかしたらなかなかにえぐい過去、本当にえぐい過去、笑えない過去を持ってるかもしれないからな、五右衛門くんって。実はね、親方、結構多分金持ってると思うんですよね。まだそんな下水話になるけど、親方は大江戸城の大手門の修理に行ってるということで、江戸城の修理、建物の修理等が任されるほどの腕前を持ってる大工さんなんですよ。見ず知らずの子供を養子として自分の家に招き入れて育て上げる、10歳までしっかり育て上げてるっていうことも考えると、金はね、持ってると思うのよ。原作の五右衛門さんも金に困ってる様子はなかったけど、こっちも多分裕福なんだろうな。江戸時代に養子とかなかなかできない生活だろうな。なのでね、だいぶ、江戸城から直々にご指名いただいてで働いてるぐらいなので、引っ張りだこの売れっ子の大工さんなのではないでしょうか。原作超え、むしろ小判ばらまいてるし、そうなんだよな。お金集めるのが趣味っていう設定もあったりするんですけれども、お金もばらまいてで、原作の五右衛門さん、あれは小説だったけど、長屋の大家やってるっていう設定もあったりしたので、お金に困ってないんだろうな。原作の4人って、五右衛門、恵比寿丸、サスケ八重全員お金に困ってる描写ないからな。八重は言うても秘密特捜忍者のエリートだし、恵比寿丸もフリーの忍者として活躍してるんだったらそれなりに報酬賃金はもらってるだろうし、でサスケは伊賀の家とこのお坊ちゃんだから、あいつが一番金持ってるとこに住んではいるから裕福だよね、みんな。羨ましい限りでね。じいさんずっと待っててくれてるごめんね。基本的にこのゲーム、後々恵比寿丸サスケ八重も登場するんですけれども、彼らの過去というのも基本的には掘り下げられることというのはありません。どういう経緯でその立場にいるのかとかは一切謎となっています。そもそも過去がなさそうなキャラクターとかも一人いるんだけど、多分誰のことかはなんとなくみんなわかると思うけど、年齢的にそうだろうなっていうやつがね、一人いるんだけど、そんなあいつの姿が見当たりませんでしたね。このゲーム序盤の時点であの子はどこにいるんだろうということですが、絶対この近くにね、いそうなんですけどね、彼。どこにいるんだろうね、彼は。じいさんのお家があそこにあったっていうことは、あの近辺、あのじいさんの家の中にもしかしていたんかっていう話なんですが、じいさんの家の中には特にね、誰もいない感じにはなってるんですけど、どっかにいるんだろうな。いや、いるのかな。もしかしたら現時点で本当にいない可能性というのもなくもないのでいない可能性もあるからね。そもそも原作の方もいつ生まれた子なのかよくわかんないから、そうなんだよな。いない可能性全然あるんだよな。その辺はね、ほんと謎です。何歳なんでしょうね。ねえ。原作もだいぶ若そうではあったけれども、外に出たことなさそうな感じもあったし、今作はめちゃくちゃ若いです。なんか喋ってる内容的に見てもだいぶ若いと思います、多分。かまいたちじゃない。白縫だったかな。白縫という名のかまいたちみたいな敵ですね。ねえ、おっしゃーん。実はここだけの話だが、わしも同太交渉なんじゃ。ちょっと色が違うかな。あれ、この話、聞いたよね。何そんなの見たらわかるじゃと。まあいい。あれ、だって私、同太交渉でセーブしたから、なんで同太交渉もう一回この説明してんの。バグった。風堀の砦前の和尚で話しかけてるんだけど、なんかもう一回自分が同太交渉なんだって自己紹介してきたな。あれバグってる。あれ大丈夫かな。実はここだけの話だが、わしも同太交渉なんじゃ。ちょっと色が違うがの。何そんなの見たらわかるじゃと。そうだね、見たらわかるわ。
わしにこれまで起こった旅のことを聞かせてくれんかのう。しっかりと旅日記につけておくぞ。ということで、これがセーブですね。宿屋以外ではこの茶色い小さい銅鐸和尚によってセーブすることが可能となっています。さあ独自戦やっていきましょう。私がよくね名前とやった者勝ちは世の常と心得るとドグジンさんが言ってたっていう風にね言ってますけど、この人です。ドグジンさんは UFO というか上にね空飛ぶ円盤があるんですけど、上の攻撃とドグジンさんご自身の遠距離攻撃でなんかね空間が歪んだ攻撃とかもしてきましたが、でこの UFO からね2人が発射されてわーんと地面がせり上がるような感じですね。このゲームね声優さんめちゃくちゃ豪華よ。それを言うたら五右衛門一行もね服部くんの相棒の犬あれの声優さんがね登場してたりとかね、もともと豪華なゲームではあったけど、このゲームは堀潤子さんはご出演されてないんだけど、サスケの声別の方だから、捕まるのは慣れてるからいいんだよ、慣れちゃいかんのじゃ。いや、っていうかこの牢獄あれすげえスッカスカじゃない？あれくぐれるよ出れるのでは？おっとごめんよ、銀次ってだな。やっぱほらあのロースッカスカだったもん。スルッと出たんでしょ。あのローだってスッカスカだったもんパピルスが作った老後親みたいにスッカスカだったもん。出たんでしょ。ここほらいないだってもうスカスカだもん。そりゃ出れるよ出るよ。銀次さん逃げられたんでしょ、銀次の野郎。そりゃそうよ。盗賊3人組に注意。大江戸岡っ引き連合。盗賊3人組。それは、海賊を目指してるリーダーとアイドルになりたい方一点と平和に暮らしたいマッチョの3人組だったりしますでしょうか。江戸の周りなんてね、原作の方でも、山賊であったりとかね、五右衛門3とかにもさ、はぐれ町のすぐ隣のね、山とかホロホロ寺とかにね、熊さんみたいなね、山賊等もいらっしゃいましたけれども、道中は治安悪いんだな。痛い。3人組の盗賊は珍しいかもしれない。東海道中だけかな。ああ、そうか、ミスター五右衛門団もいたか。敵キャラクターとかだと、怪しげのデッチ号3匹であったり、さっきも名前出したもののけ道中の盗賊妖怪3人衆、そして、ミスター五右衛門団、東海道中の五右衛門一行の偽物ですね。ミスター五右衛門、昼子丸、サスケの3人組。でも3人組ってそれくらいかな。コトラ頑張れ。ちょっと戦ってて、なんだったらなんとかして倒して、倒しなさい。頑張りなさい。ちょっと君戦った方がいいと思うのよ。君の強さをちょっと見せて。私ちょっとみんなと喋ってるから。来源が没収されてますね武器没収されたな。こっちの世界の八重は武器を没収するぞみんな。ということで、特捜くの一八重ですね。将軍家お抱えの防衛機関というのが大江戸秘密特捜忍者なんですけれども、棟梁の娘さんとなっております。棟梁の娘であるっていうのはなかなか一応ストーリー中出てきはするんですが、この情報は説明書にも書いているのでもう言ってしまいますが、棟梁の娘ということで、今作はなんと八重の父親が存在するはするのですが、残念ながらゲーム未登場となっております。攻略本には八重の親父さんのイラストというのが書かれているんですけれども、初期案とシナリオ決定校の前の項では八重の親父さんや将軍様、江戸城のお殿様はですね、もう登場するというか姿等は作られてたらしいんですが、残念ながら今回登場しません。ただ八重の父親はこの世界のどこかには確定でちゃんと存在している形となっております。なかなかにね厳格そうなお顔をしたね、四角いお顔のねイケオジだったりします。貴様が凍え死のうが知ったこっちゃねえが、見捨てだと思われちゃ大江戸忍者団の名が廃るってもんだ。その服はくれてやる。その代わり
八重様にちゃんと言っといてくれよ、この俺の活躍ぶりを。私が常々ね、お前ら北海道なめんなよって言いまくってましたけれども、やっとね、冒険時代の五右衛門くんはちゃんと防寒着を言ってくれます。もう見てるか、原作の五右衛門恵比寿までやえよ。人間はな、ちゃんとこういう風に防寒着を着ないとな、寒い土地は生きていけないんだよ。手がかじかんで刀とか握れなくなるの。極寒の地に薄着で行っていいのはサスケだけなの。あいつだけは別にそのまんまでもいいけど、パンツが見えそうなぐらい短いの履いた状態でも別にいいけど、五右衛門も恵比寿丸も八重もダメなんだよ。ゆいちゃんなんて絶対ダメ。ゆいちゃん死ぬ気か。ゆいも恵比寿ももうちょっと考えて、雪国の寒さを。五右衛門以降のな強さでいくと、私恵比寿丸五右衛門と八重より強いと思っているとこちょっとあるからな。直線的な、もちろん戦い慣れしてんだろうから、五右衛門さんもあれやこれやは強いとは思うんだけど、恵比寿丸のトリッキーであったりとか狡猾さであったりとかダマくらかしたりとかのさ、忍びとしてのスキルの高さも踏まえるとさ、五右衛門と八重より恵比寿丸の方が強いんじゃないかなって。フリーの、どっか組織に所属しているタイプの人でもなさそうっていうことを考えるとさ、八重より恵比寿丸の方が圧倒的に強いとは思うんだよな。もちろんエリート忍者集団の一人ではあるけど、言うても組織に属してる人だから、集団での行動云々での強みっていうのはあるとは思うけど、一人だとどうかなとも。フリーの正義の忍者としてやってる恵比寿丸の方が技術力、諜報活動の腕前もそうだし、戦闘の実力も圧倒的に上なんじゃないのかなって。だって何でも武器にするんだよ。その辺にあるもの適当に。だからさ、仮に銭湯温泉とかで戦闘になったとしても、その辺にある桶で全然戦える人だろうから、桶を投げるなり、盾に使うなり、相手をぶん殴ったりもどんな使い方でもするだろうし、その辺のものを武器にできるのって忍者として優秀すぎるぐらい優秀だと思うんだけど、刀を取られた八重とかどうよ。体術とかどんなもんなのかはわからないけど、恵比寿丸の方が強いと思うな。一番敵に惑わされそうな戦い方だから、エビちゃん本当にすごい人ねえ。恵比寿丸強いと思うよ。五右衛門ももちろん場数は踏んでるだろうから、戦闘なりはしてるだろうけど、なんかさ、術とかに弱そう、幻術とかに弱そうな気がする。言うてもクバーサで幻を破ってるから幻術にも強いんじゃないと思わんこともないけど、攻撃の手数として恵比寿丸の方が五右衛門より圧倒的に多いと思うねんな。サポート術も使える、回復術も使える、攻撃の術も使える。恵比寿丸一人で全てできるんだもん、術関連に関しては。物知りさんが江戸城に頼まれて調査をしていると言うてましたが、この設定はゲームの説明書の方にネタバレでがっつり書かれておりまして、この物知りじじいというのは大江戸幕府科学技術長官というポジションについている方でして、なので江戸城内の中でも科学部門の中のトップですね。めちゃくちゃ偉い人となっております。なぜその立場等を隠してこんな長屋に住んでいるのかとかは謎です。もっとでかい屋敷を持ってで、そこのね自由に研究所とか作っても良さそうな立場ではあるんですけれども、それをせずに、江戸に住んでで、ここからね地下に広い研究所というか、この研究所がねマジで広くって、でさらにこっち見て、この扉よ。だからどっか川につながってるんだろうね。だからこの土鍋もこの水路を使ってこの中に運搬したんでしょうよ。いやすごいよねこれ見て、このかっこいいロマンだな。